I'm のりゆき岩だれ、岩だれのりゆきです、作曲家をしております。皆さんよろしくお願いします。はい、バイオリニストの磯村翔野です。ゴッドシャドークロニクルズでは、音楽を担当しています。よろしくお願いします。Elman Dean Todd です。小説家と Godshard Chronicles のプロデューサーです。最近、警察の仕事を辞めた。だから、これからゲームを頑張ります。素晴らしい。僕と翔野君は、僕が、作曲家の、30周年を迎えるにあたって、まあ、特に僕は何もやるつもりもなかったんだけれども、ちょうどその時に翔野君からメッセージをもらって、でニュージーランドに住んでいる翔野磯村と言いますけれども、めちゃめちゃ長いメールを送ってます。めちゃくちゃすごく熱いホットなメールをね。質問があります。どうして返事し本当に熱く語ってくれて、一緒にだからアルバムを作りたい、岩田さんの曲を広めたいんだって言ってくれて、とても嬉しかったんです。なんで、そう、翔野君のバイオリン聞いたことないけど、でも、こんなに熱く言ってくれるんだったら一緒にやってみたいなって思ったんですよね。で、その後で翔野君のだから演奏の YouTube で見たりとかして、弾ける人だから大丈夫だった、よかったってちょっと安心して、それからまあでもそれからの付き合いだね。あれは何年ぐらいにメールしてくれたのかな。2019年の初めとか。19年の初めぐらいだったっけ、ね、はい、多分そうだと思います。はい、ちょうど1年ぐらい経った時にレコード、コロナが始まる本当1ヶ月ぐらい前に多分レコードをね、はい。で本当だったら岩田さんをお呼びしてコンベンションで演奏したりとかも行けなくなっちゃったしね。そう、僕もすごいニュージーランドに行きたかったんだけど、いや本当に行く予定でずっといたんだけど、すみません。残念ながら、いろいろ連れて行きたかったんですけど、まあ、今度、また、コロナが明けて、またベンヤミンも呼んで、演奏して、で、岩田さんも来てもらってっていうのを、やったらなって、まだ思ってます。ただ、ベンヤミンと翔野君の一緒のT シャツは着たくないかな。いや、もうぜひ、それだったら、100人が来て、一緒に写真撮りたいなと思ってるんですけど、はい。それを揃えてます。お揃いでね。そういう出会いでずっと今のところね。今回でも初めてこうやってお話しさせてやっと。そうだね。はい。初めてか。いや、初めてです。はい。ずっと文字だけだったので。そうか。全然気にしてなかった。全然初めてという気がしないんで。結構頻繁にメールさせていただいて。ツイッターとかも一生懸命ね書いてくれてるし、ありがたいです。そう、トッドさんともオンラインだったんですね、このコロナ中で、インスタグラムで、ちょうど12 Doors のアルバムの企画、結構初期段階で、ルナファンとかグランディアファンとか、そういうルナファンとかの方に、アンケートに聞いてみて、ちょっと内密にみたいな感じで、そこからですよね、トッドさん、最初にそれを聞いて、で、その後、僕が持ってなかったゲームギアの持ってなかったので、ちょっと見せてもらったりとか、そんなの持ってるんだって。そうないんですけど、見せてもらったりだとか、はい。で、そうですね、岩田さん関連で知り合って、へえ。はい。なんで本当にみんなこうやって結構つながってる。たくさん故郷。嬉しいね、そういうのね。とっても嬉しいです。中学生、高校生ぐらいの時にプレイステーション2がすごい出たので、初めてやったグランディア3。グランディア3かな ?3 なんですよ。すごい意外。遅いね。遅くはないけどね、3から入るっていうのはすごいね。実はグランディア3のメインテーマあるじゃないですか。はい。僕飛行機乗るのがちょっと怖いんですね。なんですけど、その中学以降、飛行機の離着陸の時に必ずかける
ですよ、グランディアの。あれ、ゲームの中で初めて飛べる時に行くんですよ。タンタタタタンタンタンって曲かけてわーっていくと、なんかちょっとポジティブな気分に。ああ、すごい。行くと安定するじゃないですか、飛行機が。安定する。大丈夫なんですけど、もう離着陸の時は毎回かけて、よっしゃ、日本行くぞ、帰るぞっていうのに絶対つけて。まあ確かにグランディア3は空がテーマだったからね。そうなんですよね。空飛んでる時のサバタールでしたっけ、曲名が。で、なんかちょっと鈴が鳴るっていう曲があるんですけど、それもちょっと飛行機乗ってる間それ聞いて、うわすごくお世話になって。今までまだしますか？面白い。僕の時はどこに向かう時もグランディア3のテーマをかけて。素晴らしい、素晴らしい。でもそうやって使ってもらえると、なんかね、特に空がテーマのグランディア3だったし、ね、僕もだからそういう空を飛ぶイメージで作ってるはずなんで、よかった。街の曲とか、言われる街の曲とかすごい、なんかノスタルジックな感じになるというか、ちょっと落ち着く感じがするので、本当にそう飛行機乗ってる時とかも、なんか落ち着きたい時とかに、ルナとか、あとラジアタストーリーズの、ポンポロロロンポロロブルーって曲とかかけて、ちょっと明るい気分になるみたいな。本当なんか日常的に BGM で結構、岩田さんの街の曲とかかけてて。ありがとう。嬉しい。なんかそう言ってもらえるのってあんまりないから嬉しいわ。そのゲーム中では聴いてる人たちはもちろんいっぱいいるんだけど、日常でも聴いてる人たちとか、その日常なんか生活してて思い出してくれる人たちっていうのがたまにいて、でやっぱそういう話を聞くとすごい感動しちゃうよね。中学生時に初めて聞いた時、中学生でした。40歳です。だから、あの時、中学生時。若いね。全然40歳に見えないね。まだ20歳だよね。そうですよね。ローネンに、ローネンの感じ。あの時、中学生、メガドライブのルナーが発売されました。友達は、このゲームをやってみてよ。OK。さあ、曲を聴いた時に、すごい感動します。感動しました。それで、シーン、ルナ、歌いし、アレックスをハープを演奏し、すごい、あの時は、カットシーンがあまりない。特にアメリカでは、メガドライブが初めて、カットシーン初めて見た。だから、曲はすごい素晴らしかった。それから、ルナー2が発売しました。ガーディアンのテーマ、同じメロディーが聞こえました。すごい。あの時から楽器を私は演奏します。ギターとかピアノでも私はすごい下手です。PlayStation にルナーはリメイク発売された時にアメリカでサウンドトラックが入っていました。大学生になったらサウンドトラックは車でずっと聴きました。私の家から大学校までに車で5時間かかりました。5時間はい、5時間。私は大抵にロックとかヘビーメタル聞きます。ディープパープルとかアイロンメイデン。でも5時間にロックミュージックできなかったです。だから、OK。
僕のように、僕の感じが欲しかった。ルナーサウンドトラック。そうだから、はい、そう。だから、ずっと聞きました。ルナ。後で、大学生時にグランディア2を買って、でも、岩田さんの音楽知りませんでした。グランディア2。知りませんでした。はいはい。そうだから最近、シャノさんからそうなんだ。もらいました。はい。I was like,グランディア2の曲が好きだった。わかった。そうだから、今、シャノさん、友達に仲良しだった、いや私たち。いつもシャノさんの会話はRPG について、RPG の音楽について、いつも会話していました。一日にゲームを作りたいと言いました。あの日に曲を作ってください。私のゲームのために。シャノさんの答えは、いいですよ。いいですよ。でも、あの時に夢だった。予定がなかった。後で、岩田さんにインタビュー、RP ゲーマーのサイトにインタビューをしました。あのインタビューは、私はこの質問が聞きました。岩田さん、インディーに音楽を提供したいと思ったことありますか？岩田さんは、はい。はいはい。Yes, yes. あの返事は、あの答えは、よく覚えました。だから今年は、God Short Chronicles を作るつもりだった時に、シャノさんにまず聞いた。後で、このゲームは、岩田さんは曲を作ったら素晴らしくなるだろう。本当素晴らしくなるだろう。だから、シャノさんは岩田さんに聞いていました。それから歴史だった。それ歴史だね。歴史だね。そうですね。まあだから生野君から話が来たっていうことも多いし、ね、トットさんからも話が来たっていうのももちろんあるし、やっぱりそれから日本語で会話できる。特にね、海外との仕事では、僕がだから英語喋れないもんだから、なかなかその英語の人たち、英語しか喋れない人たちとの仕事ってちょっと難しいのね。で、必ずトランスレーター入れたりとかしてやってたんだけれども、それでも難しいことが多くて、だからこうやってスタッフが日本語喋れると、僕はすごく安心してできるんですよ。なるほど。だからそれも本当にやりやすい一因というか、やろうと思った、一つの気持ちですね。で、そう、内容はちょっとまだよくわからなかったけれども、でもこういうメンバーでやるんだったら楽しいかな。で、インディーゲーム大好きなんで、僕は。いろいろやってみたいなと思ったんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいと思う。どんどんなんかいろいろ普通のだから大きなメーカーではできないことを僕はやりたいです。次は岩田さんの作曲のゲームを見せて、岩田さんの記憶を説明してください。大丈夫ですか？ OK。話を見えますか？
ブルーアルマナック。オッケー。それか。いや、ブルーアルマナックはね、僕がいくつか書いてるんだけど、実はね、もうデータが残ってないのよ。で、僕も何をやったのかは覚えてなくて、一度はその CD になっているんで、それを聞いたんです。そしたらね、あまりにもね、下手くそで曲作るのが、もう二度と聴かないようにしてる。だからそれなし。崎本さんとやっうん。た、ウィナーズフォース。ウィナーズフォース。あの時は崎本君は、スクエニじゃなくて、違う会社でいたんですよね。はい、でそこで、僕たちが作ってたゲームのゲームボーイ用に作ってた曲は全部崎本君に渡して、はい、コンバートをしてもらうってことをやったんですよ。はい。で、だから実は何年も前から崎本君とは会ってたんだけども、僕崎本君が曲かけるって知らなかったんですよ。で、いつもそういうのをやってくれてて、で、ね、遊びに行ったりとか、みんなで遊びに行ったりとかもしてたし、はい、インターネットのまあ、昔というか、今でいうチャットみたいなことを、はい、崎本君たちも含めて、大勢の作曲家、そのゲーム作曲家でやって遊んでたんですよ。ああ、そうなんですね。そういうつながりで始まったやつなのかな。はい、で、そのウィナーズフォースに関しては、とにかく高速でこうやってドミ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 っていうのをドラララって動かせばワオに聞こえるんじゃないかってことで、もうとにかく限界までこうやってやってくれっつって。で僕のデータをそれ出して。結構早い曲多いですよね、そうプルプルもともとだからバンジョーをイメージして、ウエスタンな感じにしようとして、でバンジョーでカンカラカンカラトゥルルトゥルルトゥルこのトレモロをやりたいかったがためにやったんだけど、やっぱ競馬って言ったらなんかそういうウエスタンな感じ。はいはい。で、ウエスタンな感じを出したかったらバンジョーを持ってきてやればいいかなって感じで作ったんですよ。でも崎本君からはデータが多すぎって言って怒られて。同級生かな。同級生とっと最高。チョイスが。同級生2。同級生2。同級生、if。OK。同級生はね、僕はあんまりやってないんですよ。確かに。実はテーマ曲とかそんぐらいしかやってないかもしれなくて。ただ、実は同級生を始めるときに、もともとのその PC 版で同級生ってのがあったんで、はい。で、これを僕たちで攻略してたん一度やっぱこのゲームやんないと分かんないって言って、会社でずっとみんなでその同級生をやった。で、この同級生ってゲームがね、ちょっとエロいゲームなんで。PC 版でそうです。PC 版、特に PC 版はね。はい、うわ、こんな感じなんだって言いながら、先どうなるんだって言って、はい、もう曲作るよりも一生懸命ゲームやることが夢中で。はい、で、ゲームやり終わったらもう満足しちゃったから。ってことで、僕はテーマ曲だけでいいって言って他の曲は他の人に作ってもらった気がするんだけど、はい、どうだったっけ？あんまり覚えてないんだよね。卒業。はい。卒業とか、グラディエーション、グラジュレーションとか、誕生、デビューっていうやつがあるんだけど、あそこら辺はまた別で、ちょうどまだ2.5ができた時に何かこう仕事がないかって一生懸命探してきたのがその卒業で、その時に声優さん5人を使って何かやりましょうということで、僕らも本当に一生懸命音楽を作るって言って、その会社内のメンバーで全員で曲たちを作ってた。で、まあテーマ曲と、その他いろんな人たちの曲を作りながら、やったのかな。卒業はね、でもね、すごい楽しかった。その声優さんたちと初めて親密になって一緒になって作った感じがあったし、
それからね、多分持ってないと思うけど、ラジオドラマとか、頻繁にやってたし、そっちもすごく良かったです。で、デビュー、その誕生っていうデビューに関しては、もう全部僕がやったんだけど、これ話していいのかな。ちょうどその時に、ルナ2も一緒にやってて、ルナ2ともう一個なんかやったの。だ3つか4つぐらい僕は並行で動いた。はい。だから、誕生作ってる時って、もう頭の中真っ白になっちゃって、何作ってるかも全然わかんなくなって、作ったことは作ったんだけど、レコーディングの時はね、もうボロボロだった。だから曲的にはいい曲が多いと思うんだけども、レコーディングしてる時はね、もう半分寝てたかもしれないし。今だから語れる。今だから語れるけど。てかね、覚えてないの、あんまり。あまりにも忙しすぎて。本当に朝まで作ってたから。はい。朝までレコーディングして、で、また次の日もなんかやって、またレコーディングしてとか、ずっと繰り返したんで。本当に忙しかったです。まあでも、あの頃本当に年間150曲とか200曲とかっていうのを何年も続けた頃なんで、1年間で150曲ってことは2日に1曲書かなきゃいけない、ね。そうですよね。ね。そう、2日に1曲仕上げなきゃいけないんで、それ大変なことだよね。もう普通に考えたら無理ですよね。もうでもね、そうでもないらしいんだ、世の中では。この前、知り合いの作家さんに聞いたら、すごい忙しい時は1年間に2000曲作ってたっていう人がいたんで、はぁっていう感じなんだけど、でも、上には上がいるんで、その150曲ぐらいでね、うろうろしちゃいけないと。いやー、150すごいですね。150大変だけどね。これです。モンスタニア。モンスタニア。おお。スーパーファミコン。スーパーファミコンでやったゲームだ。スーパーファミコンって、そのスーパーファミコン出た時からもちろん僕は開発とかもやってたんだけども、あんまり音がうまく作れなかったんですよ。スーパーファミコン自身が、これ、スーパーファミコンのそのサウンドを作るツールがあって、当時。ワン、ツー、スリーとあって、ワンが、マッキントッシュと、アルケミっていうソフトを使った波形編集ソフト。で、2が何だっけな、2が何だったか忘れたけども、まあ、なんかこうあって。で、3が、スーパーファミコンに、かんきちくんっていう、これ箱があるんだけど、かんきちくんね。かんきちくん。かんきちくんって箱があって、でそれをつないで、その中で波形編集をするんだよ。ね。で、それの波形の、こういうね、ウェーブのね、ウェーブのトップをスーパーファミコンのコントローラーでピッてこうやって決めて、で、エンドをもう一個のコントローラーでピッて、スーパーファミコンのコントローラーで作んなきゃいけないソフトだと。こんなのでできるわけがないっつって。途中でもう僕はやめたんね。だんだんそれでも何回かやっていくうちにだんだん作り方も分かっていって、一番最後、スーパーファミコン終わる頃にそのモンスタニアの話が来て、じゃあ僕も曲を作ってみよう。全部曲作ってみようってことで、やっぱり知り合いの会社さんからお願いされたんだけど、RPG だし作ってみようって言って作ったんですよ。で、思ったよりこれが好評で、そんなにみんなの記憶に残るとは思ってなかったんだけれども、でも、作ってる時は楽しかったですよね。作ってる時は楽しかったし、多くの人たちにあの曲良かったですって言われて、ちょっと嬉しくなってしまった作品ですね。でも、どういう曲作ったのかはあんまり覚えてないんだけど、でも、あれで多分3、40曲ぐらいかな。作ったんだかな。サウンドトラック出てないですよね。出てないです。出ないですよね。そこまでいかなかったです。そこまで売れなかった。大概僕の作品はいっぱいサウンドトラックが出てるんだけれども、やっぱりあんまり売れなかったやつだね。
確かあれですよね、ウィナーズホースとかオンラインで買えるように確かなってたりとか。なってる、なってる。モンスターにはもう全部聞きたいですね、そうやって。モンスターにはね、はい、僕もやってみたいね、ゲームをね。もうすっかり覚えてないから。メルクリス・プリティとかも、ドラマが入ってる CD はいはいはい。多分 PC 版の全部曲 PC 版ない。PC 版です。全部は曲入ってない。ですよね。そう中にドラマ入ってる。それでピアノバージョンが入ってたりとかするんですけど、そうですね。全曲入ってるのはないですよね。そう。で、入ってる曲も全部アレンジしちゃってるしね。そうですね。はい。原曲っていうか、そのゲーム版の音が入って、当時はね、やっぱりゲーム版のピコピコとかビーみたいな音が鳴ってるのを CD にしてもみんな喜ばないんじゃないかって言って、全部だからアレンジしましょうってアレンジしてたんですよ。だけどだんだん時が経つにつれて、やっぱりその内臓の音が聞きたいって人たちが増えてきて、で、もう作曲家としてはね、そんなの出すのって感じなんだけど、まあ、しょうがない、それでいいですよって言ったら、やっぱみんなそっちが聞きたいって言い出したんですよ。アルバムでもやろうっていう話があったじゃないですか。ね、そう。その時にPC98 版のソフトも買ってもう遊びなんですけど、ちょっとフィーリングのためにソフトを入れて、で、サントラも買って、でドリームキャストのリメイクも、それも買って、ドリームキャストのやつ遊んで、やってないやつは全部やろうと思って、やってたんですよ、一応。すごい、すごい。いやしたんですよ。そう、ドリームキャスト版もね、僕的にはすごい頑張ったんだけど、あんまり売り上げにはね、響かなくて。とにかく、当時の、社長さんが、ゲームを出す社長さんが、その PC 版の時のテーマ曲、メリクス・プリティのテーマのピアノ曲がとっても気に入ってて、この曲だけは使わせてくれ。で、もうその曲だけは必ず使って、あとは好きにしていいよと。曲を変えてもいいよみたいな言われたんですよ。あの曲だけがね、僕唯一まだ弾けるピアノ曲なんで、自分で弾ける曲。そうなんですね。どこ行ってもあの曲だけは弾けるけど、誰も知らないって書いてる。今度弾いた時は僕は今度は知ってます。分かった。ありがとう。嬉しいです。そんなマイナーなというかね、マニアックな曲たちばかりをね、みんな2人とも上げてくれて。もっと言ったら僕いろんな、多分ね、2人ともやってないゲームとかいっぱいやってるんです。メガ LD って知ってる？メガレーダーディスクの、バーチャルロケットじゃなくて、なんだっけな。なんかね、いくつか3つぐらいやったし、それからね、メガ CD もね、まあ出てるのはウィングコマンダーをやってるけどし、ライズ・オブ・ドラゴンっていうののテーマ曲。Rise of Dragon? Rise of Dragon、イエス。知らなかった。あれのメガ、そう、多分日本版だけかもしれないよ。どうなんだろう。あとね、アメリカで出たね、エイリアン・プレデター、エイリアン VS プレデターと、パワーレンジャーだっけな、なんかそこら辺もやってる。シャムさん、残り時間がなくなっています。こんなもんだね。まあ、とにかくいろいろまたやってるんで、そのうち皆さんに紹介しますよ。ぜひ聴いてください。